こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。今日は過干渉の親について、親の心理、過干渉の特徴、子供に出る問題、対策という順番で話します。このチャンネルはアダルト・チルドレンの治し方や改善方法、少しでも生きやすくなるための情報などを発信しています。興味のある方は他の動画も見ていってください。まず、なぜ親が度を超えた過干渉になるのかということですが、親が過干渉になる理由も一つではなくて、いろいろありますが、多いのは親自身の不安や恐怖です。親は自分自身が不安なのです。そこで重度な心配性になります。親自身が自分一人で生きていく自信が全くないのです。そしてこの全く自信がないを子供に投影します。すると子供がものすごく頼りなく見えます。自分が頼りなければ頼りない人ほど子供が頼りなく見えます。子供が頼りなく見えるし、不安なので、ああしろこうしろと何でもかんでも口出ししないと心配です。こうして過干渉になります。今日はこのタイプについて取り上げます。他にも、例えば、親に病的な劣等感があって、子供を使ってその劣等感を晴らそうとしている親なども子供を放っておけません。過干渉になります。でもこれは前回の教育虐待、スポーツ虐待における子供への影響という動画で取り上げましたので、ここでは触れません。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧になってください。また、病的に依存心が強くて、子供を支配する親もいます。依存心というのは、頼りたいという心理だけではなくて、しがみつきたいとか、支配したいというのも含まれます。なので、病的に依存心が強い人は、自分より弱い人を徹底的に支配する可能性があります。これも過干渉になります。これはまた別の動画で取り上げる予定です。他にも親自身が子供の時にその親に過干渉で育てられていたということも関係しやすいです。親を嫌いと意識している人でも、その嫌いな親と似てしまうのが人間です。親にされた子育てをそのまま子供にしているという人も多いです。次に過干渉の親の特徴を見てみましょう。大事なことなので、いろいろな動画で何度も言っていますが、心が未成熟な人は、ベクトルが子供ではなく自分に向いています。こう言うと、そんなことはないと感じる人もいると思うのですが、子供は自分のことだけで精一杯のように、心が未成熟な大人も自分のことで精一杯です。心が未成熟ということは、心は子供と同じということです。ちょっと話がそれますが、これも大切なことなので、いろいろな動画でこれからも言いますが、このチャンネルは子育てのノウハウチャンネルではありません。アダルト・チルドレン専門チャンネルです。確かにアダルト・チルドレン関連は
子育てのノウハウに通じる部分がたくさんありますので、両方一緒にまとめて発信することも可能です。なので、ターゲットを広げて、みんなに当てはまるように差し障りがないことを話してもいいのですが、それだと視聴者数は稼げても、アダルト・チルドレンの直し方や改善方法という部門では弱すぎて意味のないチャンネルになってしまうと思います。アダルト・チルドレンは思考がひどく偏っていますので、それを中和させるには弱い言葉では意味が出ないのです。だからこのチャンネルではアダルト・チルドレンで生きづらくなってしまった人がこれからどうするかという視点で話しています。ターゲットはアダルト・チルドレンオンリーです。一口にアダルト・チルドレンといってもタイプはいろいろありますので、アダルト・チルドレンであっても当てはまることと当てはまらないことはあります。ましてや、アダルト・チルドレン以外の人には当てはまらないことは多いです。なので、アダルト・チルドレンの心の持ち方や直し方や改善方法という観点以外の目線で見るとずれます。だから子育てのノウハウとして対子ども視点で反省材料に使うのではなく、対親との問題で子供の頃に傷ついている、でも忘れてしまっている自分の分析材料として使ってください。アダルト・チルドレンが子育てや人間関係をうまくする方法は、ノウハウを学ぶより自分の心を成長させることの方がはるかに効果が大きいです。まず自分の心を育てるということに主眼を置いてもらえたらと思っています。さっき、心が未成熟な大人も自分で精一杯です。心が未成熟ということは、心は子供と同じということですと言いましたが、対子供視点で見ている人は、この言葉を責められたと感じるかもしれません。私は心が未成熟の人を責める気持ちは1ミリもありません。心が未成熟ということは、愛されて育っていないということです。あなたは悪くありません。これは気休めで言っているのではなく、本心で言っています。このような人は、してもらうべきことをしてもらっていないだけではなくて、そのことは棚に上げられて、なんでお前はこうなんだと責められて育っています。そこで気づいていなくても、自分でも自分を責めている人が多いです。こうなれば、心は子供と同じということです。などと言われると、責められたと感じてしまうかもしれません。もし自分はこのように言われると責められたと感じているなと気づいたら、自分で自分を責めているということにも気づいてください。そして自分で自分を責めるようになったのは、小さい頃に責められながら育ったからだと気づいてください。そして自分で自分を責める習慣を変えていきましょう。対子供として見ていると、子育てがうまくいかないということで自分を責めてしまいます。子育てを完璧にできる人などいません。アダルト・チルドレンは
自分を責めるのではなくて、自分を責めずに黙々と自分を育てることが大切です。そしてもう一度言いますが、アダルト・チルドレンが子育てや人間関係をうまくする方法は、ノウハウを学ぶことより、自分の心を成長させることの方が効果が大きいです。だいぶそれてしまいました。ごめんなさい。では話を戻します。過度な過干渉なども心が未成熟な親の特徴です。そして不安や恐怖がすごいので、自分を守ることにあらゆる神経が注がれます。親にとっては子供も自分の一部です。子供が何か良くないことをしたら、自分が世間に白い目で見られたり、責められたり、恥ずかしい思いをします。それも含めて不安で恐怖です。問題は、この親の病的な自信のなさと、不安や恐怖と、それに付随している心配性です。何が問題かというと、現実から身を守っているのではなくて、幻の恐怖から守っているところです。子供に対しても、ああしなさい、こうしなさいと過度に子供を支配しますが、これも現実から守っているのではなくて、親の頭の中の幻の恐怖から守っています。だから行き過ぎているのです。このような行き過ぎた干渉で育った人は、愛情をもらいすぎて育ったために大人になっても甘えているという人もいますが、これは間違っています。このような病的な不安や恐怖があれば、愛は生まれません。子供への支配の凄さは、愛情と比例しているのではなくて、親自身の不安や恐怖と比例しています。それでも心が未成熟の親は、私は心が未成熟なので過干渉になってしまうのとは言いません。あなたのためなのと言います。でもベクトルは親である自分に向いているので、自分の不安や恐怖に影響しない子供のこと、例えば子供の気持ちとか、子供が困っているとか、子供が助けてほしいことには気づきません。それでいて、子供をこんなに愛していると強調します。子供にしてみたら、確かに普通の親より自分に手をかけてくれているし、いろいろやってくれるし、とても心配をしてくれている。でも、何かが違う。何かが満たされていない。何かがおかしいという感じです。この何かがおかしいとは、こんなに愛していると何度も言われているけど、その実感が味わえていないということです。味わえていないから、子供は愛を知らないのです。愛を知らないときに、こんなに愛していると言われているので、これが愛なんだと思っているけど、何かがおかしいといった感じです。では、このような過干渉で育った子供に出る影響を考えてみましょう。まず大きいのは、依存心が病的に強くなるということです。過干渉の親は何でもかんでも決めてしまうし、やってしまうので、子供は自分で決めるという力や自立の力が育ちません。こうなれば親に依存します。
過干渉の親に依存すればするほど心は弱くなって自立が難しくなっていきます。悪循環です。親が煩わしい。でも一人では生きられない。こうなれば、さらに親が過干渉を続け、子供はどんどん自信を失います。さらに過干渉では人間関係を上手にやる能力も育ちません。こうなれば職場などでも能力を発揮するのは難しくなります。そこでひどくなると働けない。あるいは働いても続かなかったりで、大人になっても実家を出ていけないという状態が長く続くかもしれません。また、過干渉で育つということは、自分の気持ちや意思は無視されて、親に支配されていたということです。人はこのような環境で育てば、自分の感情や意思がわからなくなります。また気持ちや意思を一切無視されるということは、一人の人間として尊重されていないということです。こういう人は自分は恥ずかしい存在、自分は無価値で迷惑な存在、自分は欲求を伝えてはいけない存在、このような感じ方をしてしまうかもしれません。では、ポイントを振り返りながら対策へとまとめていきましょう。親が過干渉的に子供にああしなさい、こうしなさいと手取り足取りやると、子供は意思や自分で考える力や自立力が育ちません。そして自信の持てない人になりやすいです。そこで人生全般が不安や恐怖で満ちたものに感じられ、依存心が病的に強くなる傾向があります。こうなると人間関係や仕事にも問題が出やすく、仕事や外の生活がうまくいかないので、なおさら親に依存していくことになりやすいです。大人になってもなかなか実家を出れないかもしれません。なら、ずっと一緒にいて仲が良いのかというと、そうではありません。過干渉の親は、病的に不安や恐怖が強いので、子供に従ってもらわないと生きられません。必死です。とにかく必死で生きています。だから子供に何をしたらいいかを伝えるのも必死です。それ以外に頭が回りません。さらに自分自身への何もできない劣った存在という感じ方を子供に投影して子供を見るので、子供を何もできない劣った存在として見ています。こうなれば子供の話は一切聞かずに、そして子供の気持ちは一切無視して自分が安心できることを子供にさせようとします。こうじゃないと生きられないのに、子供が反抗したらパニックです。ヒステリーで怒ったり、泣いて操作しようとしたりするかもしれません。だから子供の話は聞きません。こうなれば、子供はだんだん話さなくなるかもしれません。それは話しても無駄だと学習してしまうからです。こういう親子関係です。子供は大人になっても出ていかないからといって、心の通い合った仲のいい親子というわけではなくて、子供にとっては煩わしくて、煩わしくて、煩わしい親です。でもその煩わしい親に依存しないと生きられないという沼にはまっているのです。では親が過干渉で自分はこのような沼にはまっていると感じる人は
どうすればいいかということですが、もちろん目指す道は一つです。依存心を克服して親から離れることです。今すぐできる人は今すぐした方がいいです。とはいえ、今仕事も続かなく、住むところも収入もお金もないという状況の人も多いと思います。では、このような場合どうするかということですが、まず自分と親を徹底的に理解するということです。それが依存心克服の第一歩です。親を徹底的に観察して、うるさく口出ししてくるのは、親自身が自信がなかったり、親自身が不安で恐怖に満ちているからだということを見破ることです。親はその自分自身への自信のなさや不安や恐怖をあなたに投影して何十年もずっとあなたを頼りない存在というように見てきたと気づくことです。その親の態度をあなたは敏感に感じ取っていた。だから自分でも自分に全く自信が持てない人になったと真相を理解することです。そして過干渉で育っているから自分は心が全く育っていないと認めることです。次に親の顔色をビクビク伺うのではなく、親がいなかったら今自分はどう感じているのだろう、自分はどうしたいのだろうと自分の気持ちを感じる努力が大切です。これからは自分の気持ちを考えながら生活しましょう。そして今ゼロです。今がスタートです。今スタートなのだから今ゼロで当たり前です。スタートが遅れたのは絶対にあなたのせいではありません。だから今ゼロの自分を責めないことです。自分を責めないで、これから成長していく自分を成長の都度認めましょう。小さな成長を見逃さずに自分を褒めることが大切です。また、このような過酷な環境の中で生きてきているので、もう心はヘトヘトに疲れ切っていると思います。心は普通の人よりも疲れやすくなっています。だから疲れたらゆっくり休んで自分で自分をいたわってあげてください。おそらく周りには気持ちを理解してくれたり、いたわってくれる人はいないのではないでしょうか。ならば、なおさら自分で自分をいたわってあげてください。こうして自分で自分を育てていくことが大切です。今はゼロですから、急には無理ですが、自分の心を育てながら、最終的には心理的にも経済的にも自立ができるようにするというところを目指しながら進んでいきましょう。また、同じ過干渉の親でも、毒親レベルは同じではありません。話せば分かってくれる親もいれば、全く話が通じない毒親もいます。自分で決めたいことや口出ししてほしくないことは、これは自分でやらせてと言える親なら言ってみましょう。どうせ無理だろうで諦めてしまうのではなく、一度話し合ってみることは、たとえ親が聞く耳を持っていなかったとしても、自分の心の成長にいい影響を与えます。母親が毒親レベルマックスの過干渉で一人ではどうにも手に負えないと感じるのであれば、
父親に相談しましょうと言いたいところですが、それが可能な人はそうしてください。ただ、よくあるケースは、母親が過干渉の場合、父親は放任の無関心であることが多いです。そうでなくても、父親が役に立たないのであれば、カウンセラーなどに相談するのも一つの手です。依存心が強い人は、自分が状況を切り開けるとは感じられないので、もうどうにもならない、行き止まりだと感じてしまいがちです。でも行き止まりではないのです。例えばカウンセラーの手を借りればいいのです。もちろん他に誰かいればカウンセラーでなくてもいいです。自分も心は成長していくし、いくらでも抜け道はあるということを頭の隅に入れておいてください。では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。